皆さんはクレオパトラと聞いてどんな時代を想像しますか？黄金に輝く古代エジプトの象徴。しかしここで一つあなたの時間感覚を狂わせる事実をお伝えしましょう。絶世の美女クレオパトラが生きた時代は、エジプト大ピラミッドが建設された時代よりも現代の iPhone の誕生の方が時間的に近いのです。ピラミッド建設は紀元前2560年頃、クレオパトラの時代は紀元前30年頃、iPhone の誕生は2007年。クレオパトラからすればピラミッド建設は2500年前の出来事なんです。日本で言えば私たちが弥生時代のおしゃれな高床式倉庫について語ってるようなもんです。私たちが古代と一括りにしている時間は実は途方もなく長く、その起源に立つピラミッドがいかに超古代の産物であるかがわかります。ギザの大ピラミッド、それは平均 2.5 トン、重いものでは80トンにもなり、日野の2トンでも運べないほどの230万個の巨大な石ブロックを積み上げて作られた人類史上最大の建造物の一つです。驚くべきはその精度です。底辺の長さは約230メートル、四辺の誤差はわずか数センチ以内の完璧な正方形。基板の水平度は現代の精密な測量機器を使っても困難なレベルで平坦に保たれている水平の極致なのです。230万個もの石を積み上げながらなぜこれほどまでの精度を維持できたのか。クレーンも鉄製の道具もないはずの時代に彼らは一体何を見て計算していたのでしょうか。もし彼らが現代に行ったらスマホの保護フィルムを1ミリの気泡もなく一発で完璧に貼ってくれる最強のアルバイト集団になっていたに違いありません。さらに現代の科学者を最も困惑させているのがその方向です。ピラミッドは正確に真北を向いて立っています。磁石が指し示す時北ではありません。地球の自転軸に基づいた真北です。その誤差わずか 0.05 度。現代の GPS もコンパスもない時代。彼らはどうやってこれほど正確に宇宙の軸を捉えたのでしょうか。単なる墓を作るためにここまでの異常なまでの測量技術が必要だったのでしょうか。Google マップがあっても迷子になる Y への嫌がらせですか。ここでネット上の都市伝説としても有名なある数字の奇妙な一致に触れないわけにはいきません。ギザの大ピラミッドの中心を貫く緯度を見てみましょう。その数値は北緯 11.4514 ではなく北緯 29.97924558 度。そして真空中の光の速度は秒速2億9979万2458メートル。小数点以下の数字まで完璧に一致しているのです。メートル法が定義されたのは18世紀のフランス。古代エジプトにメートルという概念はなかったはずです。これが単なる偶然なのか、それとも失われた超古代文明が地球のサイズと宇宙の物理法則を完全に理解していた証拠なのか、あるいは未来人がねえねえ、座標を高速と同じにしといたから後で驚いてねっていう壮大な悪ふざけか。真実は私たちが考えているよりもずっと禁足事項なものかもしれません。しかしこれほど高度なものを作ったのは本当に鞭打たれる奴隷たちだったのでしょうか。第2章では教科書が教えてくれないピラミッド建設の真実、ビールと肉、そして高度な医療に守られたエリート集団の正体を暴きます。ピラミッド建設と聞いて皆さんはどんな光景を思い浮かべますか？数千人の奴隷が鞭で打たれながら巨大な石を必死に引きずる。映画や漫画でよく見るこの光景。実は近年の考古学ではほぼ否定されていることをご存知でしょうか。21世紀に入りピラミッドの傍らから当時の常識を根底から覆すある日記と町が発見されたのです。2013年紅海沿岸の洞窟で発見されたメレルの日誌。これは大ピラミッド建設に関わった中堅作業員メレルが記した現存する世界最古のパピルスです。そこに記されていたのは地獄のような強制労働ではなく驚くほど高度に組織化されたプロジェクト管理の実態でした。40人の熟練作業員が1チームとなり、リーダーの指揮下で効率的に石材を運搬するエリート労働者である彼らに支払われたのは大量のビールとパン、そして新鮮な野菜などの充実した報酬でした。当時のビールは栄養価の高い飲料であり、労働者の健康維持に欠かせない給与の一部でした。彼らは奴隷ではなく、誇り高き国家公務員に近い存在だったのです。
もし現代の求人誌に載ってたら、アットホームな職場です。ビール飲み放題。石を運ぶだけの簡単なお仕事です。って書かれて応募が殺到してますよ。さらに建設現場のすぐ近くで数千人が暮らしたピラミッドタウンの音が見つかりました。ここでの発見が考古学者たちをさらに驚かせます。発掘された人骨を分析したところ驚くべき事実が判明しました。その一つに、複雑な骨折を負った跡がありながらそれが手術によって完璧に治り、その後も数年生存していた痕跡が見つかったのです。そして捨てられた動物の骨からは、彼らが日常的に牛肉や羊肉など当時の高級食材を食べていたことが分かりました。国家にとって彼らは使い捨ての駒ではなく、替えの利かない高度な技術者集団として手厚く保護されていたのです。しかし待遇が良かったからといってあの巨石を積み上げられるわけではありません。ここで最大の謎、どうやって作ったのかという壁にぶつかります。よく言われているのは直線の傾斜路説ですが、ピラミッドの頂上まで届く坂道を作ろうとすれば、ピラミッド本体と同じくらいの量の土砂が必要になり物理的に不可能です。最新の仮説で現在注目されているのは、ピラミッドの内部に螺旋状の通路を作って石を運んだとする内部螺旋ランプ説や、水の浮力を利用して石を持ち上げる油圧リフト説、あるいは、あまりにもビールがうますぎて酔っ払った勢いで積み上げたら朝には完成してた、とか、現代の物理学者が必死に計算してる横で当時の人は、いや普通に気合いっしょって笑ってるかもしれません。もし私たちが想像もつかないような全く別の力がこの石を動かしていたとしたら、そしてこの奇妙な三角形の構造物はなぜかエジプト以外の世界中に同時多発的に現れるのです。次章第3章、舞台はメキシコ、中国、そしてカンボジアへ。海を隔てた遠く離れた文明がなぜ示し合わせたように同じ設計図を持っていたのか、世界中に拡散するピラミッドネットワークの謎に迫ります。ピラミッドといえばエジプト、そう考えるのが一般的ですが、実は地数で言えばエジプトをはるかにしのぐ国が存在します。それがエジプトの南に位置するスーダン、旧ヌビアです。ここにはエジプトの倍以上、実に250基を超えるピラミッドが密集しています。駅地下ピラミッド 3LDK 日当たり良好みたいな広告が出てたんじゃないかってくらいの密集度です。ヌビアのピラミッドはエジプトのものよりも急勾配で頂上が平らなのが特徴。彼らはなぜこの鋭利な形状にこだわったのでしょうか。単なるエジプトの模倣にしてはあまりにも数が多すぎます。では世界最大のピラミッドはどこにあるか知っていますか？ギザの大ピラミッドではありません。正解はメキシコのプエブラ州にあるチョルーラの大ピラミッドです。一見すると上に教会が立っているただの草に覆われた丘に見えます。しかしその正体は体積においてギザをしのぐ地球上最大の建造物です。見つけた考古学者も、よっこらしょ、この山で一休みってこれピラミッドじゃねえかってベタなコントみたいなリアクションをしたに違いありません。数千年の時を経て土にうずもれ山と同化したこの巨大構造物は一体誰が何のために作り上げたのでしょうか。さらにミステリアスなのが中国シーアンにあるとされる白いピラミッドの伝説です。1945年、米軍パイロットのジェームズ・ガウスマンが中国の上空で純白に輝き、頂点に巨大なクリスタルのような宝石が置かれた高さ300メートル級のピラミッドを目撃したと報告しました。現在シーアン周辺には多くのピラミッド状の陵墓が存在しますが、その多くは植林され、軍事上の理由からか調査が制限されているものも少なくありません。果たして雲を突き抜けるほどの白い巨像は今もどこかに隠されているのでしょうか。ピラミッドはこれら以外にも世界中に点在しています。カンボジア、密林に佇む7段の階段ピラミッド光景。インドネシア、最近の調査で2万年以上前の可能性が浮上したグヌンタダン。イタリア、ローマ市内にそびえるガイウス・ケスティウスのピラミッド。南極、雪の下にピラミッドのような幾何学的な山が見つかったという噂まで。交通手段も通信手段もない時代、海を隔て文化も時代も異なる場所でなぜ人類は揃いも揃って同じ設計図を手にしたのでしょうか。重力に対して最も安定する形だから、ただの山を模倣しただけ
あるいは世界中に共通の教えを授けた失われた文明が存在したのか、はたまた古代版の IKEA があったとしか思えません。商品名ピラミッド、説明書は全部絵だけで誰でも組み立てられるみたいな。驚くべきことにこれらの多くは方位や天体の配置を驚異的な精度で計算して建てられています。それは単なるお墓としての機能を超えた何か別の目的があったのではないかという疑念を抱かせます。その目的とは祈りではなく物理的なエネルギーの獲得だったとしたら、天才発明家ニコラ・テスラが夢見た世界が4000年以上前に完成していたとしたらどうでしょう。辞書第4章、ついに禁断の仮説に踏み込みます。ピラミッドの内部構造は巨大な発電装置だった。石英が奏でる振動とテスラが追い求めた無線送電の謎。ピラミッドが光り輝いていた本当の理由を解き明かします。さてここからは少し常識を脱ぎ捨てて聞いてください。もしピラミッドが王の墓ではなかったとしたら、大ピラミッドの内部には装飾もなければミイラも副葬品も一切見つかっていません。代わりに存在するのは精密に設計された花崗岩の部屋や謎のシャフトです。この構造実は現代のある装置に酷似しているのです。大ピラミッドの王の間には巨大な赤い花崗岩が使われています。花崗岩には石英が豊富に含まれており、これに圧力をかけると電圧が発生します。これを圧電効果、ピエゾ効果と呼びライターなどで使われています。数百万トンの石の重みが中心部にある花崗岩に凄まじい圧力をかけ続ける。さらにピラミッドの外壁を覆っていた白い石灰岩は電気を通さない絶縁体の役割を果たしていました。つまりピラミッド全体が内部で発生したエネルギーを外に漏らさない巨大なコンデンサだったのではないかという説です。エンジニアのクリストファー男子はさらに衝撃的な論文を発表しています。かつてピラミッドの地下にはナイル川の支流が流れており、その水の振動がピラミッド本体を共鳴させていたというのです。この振動エネルギーを利用して内部で化学反応を起こし水素ガスを生成。それが大回廊を通って増幅され強力なエネルギー光線として放出されていた。これが本当なら古代エジプト人は現代の私たちがようやくたどり着いた水素エネルギーをすでに実用化していたことになります。4500年前に地球に優しいカーボンニュートラルな墓を建てようとする王様。SDGs の先取りが過ぎます。馬鹿げた空想だと笑うのは簡単です。しかしピラミッドの内部に松明によるすすの跡が一切ないという事実は、彼らが火ではない別の光源を持っていた可能性を強く示唆しています。この原理に気づいていた天才が近代にも存在しました。交流電流の父ニコラ・テスラです。テスラが建設しようとした無線送電塔は、地球そのものを巨大な導体として利用し世界中にワイヤレスで電力を送る計画でした。驚くべきことにテスラはこのタワーを建てる際、ピラミッドの比率や地球上の配置を徹底的に研究していたと言われています。テスラはこう信じていました。ピラミッドは単なる象徴ではない。それはエネルギーを伝送するための究極の装置なのだ。かつてピラミッドの頂点にはベンベンと呼ばれる金メッキのキャップストーンが置かれていたとされています。もしピラミッドが発電所だったならこの黄金の頂点は集められたエネルギーを空中に、あるいは宇宙に向かって放出するための送信アンテナだったのかもしれません。古代の空には私たちが知らない光のネットワークが張り巡らされていたのでしょうか。これって要するに古代のフリー Wi-Fi スポットですよね。砂漠の真ん中で。ピラミッドのアンテナ3本立ってるわ。動画サクサク見れてマンモスうれぴーって言いながらラクダに乗ってるエジプト人が青切符切られていたかもしれませんで、この発電所説を裏付けるような発見が今まさに現実のものとなろうとしています。2026年最新の宇宙船探査によってピラミッド内部に隠された巨大な空白の正体が暴かれようとしているのです。最終章、歴史が書き換えられる瞬間を目撃してください。4500年もの間、石の塊だと思われていた場所にまだ誰も知らない部屋があるとしたら、今、世界中の考古学者が固唾を飲んで見守っているのがスキャンピラミッド計画です。彼らが武器にしたのは宇宙から降り注ぐ素粒子ニューオン。岩盤をも通り抜けるこの粒子を使ってピラミッドをレントゲン撮影した結果、とんでもないものが映り込みました。大回廊の真上に長さ30メートルを超える巨大な空間。
ビッグボイドが発見されたのです。そこには王のミイラが眠っているのか、それとも前章で触れたエネルギー増幅装置の心臓部なのか。2026年現在、この空間への到達ルートの解明が急ピッチで進められています。この通路の先にあるものが模試図書室や未知のテクノロジーの痕跡、あるいはメレルが書き残したまた設計変更、無理すぎて滅っていうデスマーチの記録だったとしたら、人類の歴史は今日この瞬間に書き換えられることになります。ピラミッドは単なる地上波の建造物ではありません。ギザの3つのピラミッドはオリオン座の3つ星を模しており、内部のシャフトはシリウスや、そして私たちの物語を見守るかのような双子座を正確に指し示しています。それは死後の魂が昇るもんだったのか、あるいは地球外生命体へのメッセージだったのか。連隊とこれほどまでに完璧に同期している事実は、彼らの視線が常に宇宙に向けられていたことを物語っています。私たちは今日、ピラミッドの驚異的な精度、労働者たちのリアルな生活、世界中に広がる共通の設計図、そして発電所としての可能性を見てきました。いつか全ての謎が解ける日を私たちは待ち望んでいます。ある考古学者はこう言いました。私たちがピラミッドを完璧に理解したとき、その特別さは失われるだろう。解明されない謎があるからこそ私たちはピラミッドに惹かれ、想像力をたくましくし、未来へと進むことができます。4500年前のエンジニアたちが仕掛けた最大の魔法は石を積み上げたことではなく、人類に永遠の問いを与えたことなのかもしれません。もし明日あの巨大な石の扉が開かれたとしたら、あなたはそこに何を期待しますか？ピラミッドの真実を知る旅はまだ始まったばかりです。それではまた次回お会いしましょう。